Use English subtitles. よーちょんウォンズム。どうもこんにちは。Genuine Watch です。今回はセイコーの新作のダイバーウォッチのレビューをしていきます。今回のモデルはセイコーダイバーウォッチの生誕55周年記念モデルとなっています。早速チェックしましょう。これが今回のモデルです。SBDC107 限定5500本です。このモデルにはシリコンの替えバンドが付属しています。綺麗な色のバンドです。ブルーグレーのダイヤルカラー。55周年記念のすべてに共通してこのカラーが使われています。そして秒針。セイコーのホームページ上だと黄色に見えますが、実際はゴールド。光を反射して光り輝いていますね。シンプルな自信分身。うっすらと面取りされているのがわかりますか？この形状によりクールに光っていますね。平面的なインデックスには肉厚な夜光塗料が塗布されています。夜光塗料の光はこのように光ります。インデックス、針、ベゼルの0地点、すべて強く光っています。大きくて見やすいですね。このベゼルの夜光塗料は埋め込まれていて、さらにガラスでコーティングされています。ここの夜光塗料はよく取れてしまうので、このプロテクションはナイスだと思います。このベゼルは逆回転防止ベゼルがついています。カリカリと良い音がしていますね。この個体は重さもやや重く、海の中でご操作しなさそうですね。ベゼルの黒色のこの部分、正直言うとセラミックになっていてツルツルの質感だったらなーって思います。しかしそんなことをすればもちろん値段は上がってしまうのでしょうね。ガラスはサファイアガラス。そしてカーブした形状。若干ベゼルより高さが高いですね。ケースを見ていきましょう。私のケースへの第一印象はミラーポリッシュの少ないマットな印象。ラグとケースが一体のデザインです。ラグには円を描くようにヘアラインが入っていますね。材質はステンレス。そしてダイヤシールドという硬質コーティングが施されているので傷にはかなり強いです。ちなみにクラウンはスクリューロックタイプです。このロックを外さない限り浸水への心配はありません。肌に当たる方は滑らかな形状になっていて、ユーザーへの配慮を感じます。このクラスプはこのようにダブルロック式です。よーく見ると何かついていますね。実はこれダイバーエクステンダー機能というもの。このように伸ばすことができ、
ウェットスーツの上につけるときに簡単に長さを伸ばすことができる機能です。クラウンを含まない幅は 40.5mm、ラグからラグは 47.6mm、腕回り 170mm の私がつけるとこのような印象です。私の腕にもフィットするサイズ感ですね。厚みは 13.2mm。ちなみに重さは 180g。重厚感のあるつけ心地です。いかがでしたか？今回のブルーグレーの色のバランス、とてもかっこよくて欲しくなってしまいますよね。今回のクラスプのアジャスター、私は初めて見ました。なので本当に使いやすいのかどうか私にはわかりませんでした。もし実際に使用された方、よかったらこのメタルバンドの使用感をコメント欄より教えていただけると幸いです。このチャンネルではこんな感じで時計のレビューをしています。もし気に入っていただけたのならチャンネル登録をして最新の動画をゲットしてください。それでは次の動画でまた会いましょう。